韓国が詐欺大国と呼ばれていることをご存知でしょうか。そのことは400年近く昔の文献ですでに指摘されていたのです。韓国の国民性がなせる技と言えるでしょう。近年、韓国では、チョンセと呼ばれる不動産賃貸方式を悪用した詐欺が多発しています。チョンセは入居時に家賃ではなく、売買価格の 50% から 80% もの高額な保証金を預け、家主はその保証金を運用して利益を得ます。退去時に保証金が返還される仕組みですが、家主が保証金を返さない詐欺が急増しているのです。特に問題なのは、家主が預かった保証金で別の不動産を購入し、それを再びチョンセで貸すという投機的な行為や、売買価格と保証金の差額だけで不動産を売買するギャップ投資です。契約満了時に家主が保証金を返せなくなり、被害者が続出しています。韓国では詐欺が全犯罪の約 30% を占め、世界的には最も多い窃盗を大きく上回っています。2020年には約335万件もの詐欺が認知され、15歳以上の韓国人13人に1人が詐欺の被害に遭っている計算になります。なぜこれほど詐欺が多いのでしょうか。実は17世紀の朝鮮も詐欺王国として知られていました。1653年に朝鮮に漂着し、13年間幽閉されたオランダのヘンドリック・ハメルは脱出後に書いた朝鮮優秀記の中で、朝鮮人は盗みをしたり、嘘をついたり、騙したりする強い傾向があります。彼らをあまり信用してはなりません。他人に損害を与えることは彼らにとって手柄と考えられ、恥辱とは考えられていませんと記しています。2022年の国際調査では、ほとんどの人は信用できると回答した韓国人はわずか 23%。これは世界平均を大きく下回ります。自国民よりも日本人を信用すると答える韓国人も多く、中には日本人を装った詐欺師まで現れるほどです。こうした状況を受け、国や司法も対策に乗り出しています。チョンセ詐欺被害支援特別法が施行され、被害者は住居の優先買取権や公共住宅としての長期賃貸が保障されるようになりました。今年2月には大手財閥の3世を装い、約3億ウォンを騙し取った詐欺師に最高刑を上回る懲役12年の実刑判決が下されました。これは司法が詐欺に対して厳しい姿勢で臨むことを示しています。しかし、いくら法律を整備しても、新たな詐欺の手口は次々に現れます。これは、韓国社会の深層に根ざした問題なのかもしれません。